お前が起業？うちは底辺企業とは契約しないから帰れ。俺の前に立ちはだかった、かつての同級生。俺は新規商談のために、ある有名企業を訪れたのだが、無知な同級生に足毛にされてしまった。帰れ。出て行かないのなら、不審者として追い出すぞ。にやけ面で俺を凄み、恫喝した同級生の顔に昔の雰囲気が漂う。彼はかつて、俺を蔑み、馬鹿にしていた。そして今も、こうして俺を下に見ている。その悔しさと怒りに駆られ、俺は同級生を見捨てた。昔は悔しさを噛み締めるしかなかったが、今はそれでは済ませないのだ。俺の名前は神山亮。40代半ばの会社経営者として働いている。俺の生まれは首都圏の港町で、幼い頃から海と共に生きてきた。それがあったからなのか、俺が社長を務めているのは水産物加工の会社だ。高校では地元公立高校の水産科に在籍し、当時のバイト先も魚市場内の工場。俺が今の道に至るまで、そこには完璧な一本の筋金が通っていたようなものだと思う。10年前に今の会社を起業してから、コツコツと実績を築き上げてきた。初秋のある日、俺は新規商談のために都内の大手企業を訪問していた。受付に向かう間、俺は話の進め方と今後の方針を漠然と考えていたのだが、そんな時に俺は中学時代の同級生に声をかけられた。大沢じゃないか。半笑いで俺に歩み寄ってきたのは下竹渡という男だった。その下竹の笑顔を見て俺は顔を引きつらせる。俺にとって下竹は天敵というか、とにかく嫌な奴だったのだ。大沢、貧乏人が何してんだよ。ケラケラと笑いながら下竹は俺を指さす。いくつになっても人は変わらないというが、下竹ほど中学時代の心を持っている大人も珍しいだろう。なんでお前がこんなところにいるんだ？昔のまま今も貧しいんじゃないのか？下竹くん、冗談がきついな、相変わらず。俺は下竹に苦笑いで応じた。中学時代も貧乏に物乞いと罵られるたびに俺はそうしてきた。お調子者で意地の悪い下竹は、当時本当に貧しい家庭で育っていた俺を見下して、自分という人間を誇示していた。僕がどうこうっていうのは昔の話だよ。なんだよ、お前まだあの小屋で暮らしてるんじゃないのか？じいさんとばあさんと身を寄せ合ってコントみたいにして。だからそれも昔のことだ。今はもう祖父も祖母も亡くなってるんだ。下竹にかつての俺の住まいを小屋と言われて思い出す。昔、子供時代は確かに小さな平屋に祖父母と住んでいた。祖父は漁具の修繕屋で、祖母は洋裁の仕事を個人で請け負い、家計を助けていたし、俺自身も中学の頃から新聞配達のバイトをしていた。それでも確かに下竹の言う貧しい暮らしが当たり前の一家。その暮らしから抜け出したいと願いながらも、子供だった俺には何をどうするかの糸口すらつかめない日々だった。それで、本当にどういうわけ？ああ、何がかな。ったく、鈍いな。どういう了見でここに来たんだよ。半ば下竹に呆れ始めていた俺は、下竹が自分の背後の壁面に掲げられた大企業の社名のプレートを振り返っている様子にうなずく。ああ、そういうことか。そうだよ。どうしてお前がここにいるんだよ。ああ、アポイントがあってね、仕事の話をさせてもらいに。
俺は正直に訪問の理由を明かした。前々から交渉はさせてもらっていたんだけど、今日は本格的に話を進めてもらいにね。下竹のテンションには合わせず、俺はあくまでも冷静に大人として振る舞った。その様を見せることで、下竹にもそうなってほしいという希望も込めていた。しかし下竹は何も変わらず、俺の話を大笑いで蹴散らした。はぁ？バカか。お前がどうしてうちと話ができるんだよ。どうしてって、下竹くん。お前、だいたい何の仕事してるんだ？じいさんの後継ぎだったんじゃないのか。港で網をせっせと縫って、小銭もらってるんだろうが。おい、いい加減にしてくれないか？どこかで下竹が態度を改めるのではないかと思っていたが、それが無理だとはっきりわかり、俺の呆れが怒りに変わる。君はいつまで昔を引きずって僕と話をするんだ。昔もそうだけど、僕や僕の家族に失礼だと思わないのか？下竹に真面目に説教をするのも、真剣に向き合おうというのも、どこか嫌だった。僕を見下すのは構わないさ。けれど、儀礼として、それは隠して接したらどうだ？不愉快だよ。しかし、嫌な相手と向き合うのも仕事の一つだと気を取り直し、俺は下竹に忠告した。だが、下竹は俺の言うことなど聞かず、ますます堅くなになった。偉そうな口を聞くんだな。俺はお前みたいな奴がなんでうちに来たのか聞いてるんだよ。下竹の声が大きくなり、それに比例して答える前の俺のため息も大きくなった。だから、さっきは仕事の話と言ったが、ここには商談のために来たんだ。新規案件とその内容を詰めるためにここに来た。どうだ？これだけ具体的に言えば満足かな？ああ？おい、本気かよ。お前は貧乏の大沢だろ。下竹はやはり俺の話を鼻で笑った。それに対して俺はさらに反論を続ける。自分の現状、水産品加工会社を立ち上げて社長を務めている。それは真実で、自分が大手企業に来た理由にも間違いはないと落ち着いて告げた。僕の話が嘘だと思うなら、今すぐネット検索でもしてくれたらいい。ホームページもあるし、SNS のアカウントだって見つかる。ああ、そうかい。もういいよ。俺がそれなりに真剣に相手を知っているのに、下竹はあくまで俺を下に見たまま。俺を蔑むように見て、半笑いで大げさにうなずくと、下竹は俺の話を信じないと言い切り、盛大に笑った。お前が起業して社長だ？そんなことあってたまるかよ。おい、本気でいい加減にしてくれないか。うるさい。まあ、仮にお前が社長だとしても、お前みたいな貧乏社長の会社と、うちが取引するかと思うか？土下座されてもごめんだな。誰が、底辺会社と契約してやるんだよ。おい、下竹。帰れ。出て行かないのなら、不審者として追い出すぞ。下竹に恫喝され、俺は少し我を失った。昔ですら下竹に歯向かうことなどなかったのに、俺はこの日、本気で怒りに任せて言い放った。そこまで言うのなら、俺は帰るけど、社長に伝えてくれ。それで申し訳ないが、こちらのグループ企業80社との取引を停止させてもらう。後先考えない己の言動に思わずハッとしてしまう。社の社長として軽はずみに言うことではなかった。何か取り繕うために言葉を続けようとしたが、その前に下竹の笑い声が響いた。大沢、気は確かか？いつまで妄想にふけってるんだよ。
下竹は俺に詰め寄り、俺の全身をじっくりと眺めた。いいから帰れ。俺に警察を呼ばれないうちにな。おい、待ってくれ。どんどんと俺との距離を詰める下竹から逃げようとする。だが、下竹も怒り狂っているのか、止まることをしない。出て行け。俺はそう叫んだ下竹に突き飛ばされた。下竹はそこまでするのかと驚いたが、下竹自身はしてやったりで仁王立ちをしている。俺はというと、突き飛ばされた弾みにゴミ箱に手をぶつけた。そのせいでうまく受け身を取れず、ぶつけた手をひねってしまった。痛いとは口にせず立ち上がり、俺を見下ろす下竹と向き合った。消えろ、底辺が。下竹は俺に最後の暴言を吐いて去った。俺はスーツの乱れを直し、この後をどうするか考えた。訪問予定の会社の受付を前にして予定を進行させるか、自分の直感や怒りを素直に受け止めるかを天秤にかける。その結果、俺は来た道を引き返すことになった。帰り道の途中で相手企業の担当者に丁重なお詫びの連絡を入れる。それから俺は自分が打てる手を早急に打ち、次に来るであろう衝撃に備えた。数日後、俺の対応を起点にして事態は大きく動いた。俺はその日、自分の会社とは別のある場所で、下竹とその勤務先の社長の訪問を待っていた。二人の来訪を気を引き締めて迎え入れる。それだけを考え、俺は背筋を伸ばした。やがて、待ち人の社長と下竹が姿を現した。相手側のトップの社長は顔色を失い、腰を低くして部屋に入った。その背後で事情を飲み込めていないらしい下竹が首をかしげている。あ、大沢か。なんで、ここに。下竹くん、口を慎め。俺を見つけた下竹が驚きをそのまま口に出す。それを社長がきつくたしなめ、下竹はそれに体を震わせた。いや、どうして王様が神山グループにいるんでしょうか。気の抜けた下竹の問いは、自身の勤め先の社長に向けられていたのか、それとも俺やその周囲にいた人たちに向けられていたのかはわからない。だが俺は自ら下竹の問いに答えた。下竹、俺の父は神山グループの社長なんだ。俺はグループ会社の一員としてここにいる。下竹があっけに取られていた神山グループとは、国内でも名の知れた総合商社だ。そして、その神山グループの現社長は、俺の実の父親。おい、父親って、どういうことだよ。お前は大沢で、神山じゃなかっただろう。下竹が、俺の旧姓と父の姓を口走り、混乱する様子に、無理もないと多少は同情してしまう。それもそのはずで、下竹が俺を知った当時は、俺は確かに大沢だったのだ。俺の両親は幼い頃に離婚していた。母親は貧しい家の出ながら、苦学をして大企業に勤めていた女性だった。それを神山グループの御曹司に見初められ、いわゆる玉の腰に乗った。だがその後、母は父との生まれの差に苦しむようになったという。特に俺が生まれてからというもの、未来の跡継ぎとして俺を囲い込もうとした神山家に排除されるようになった母は苦悩を深めていった。自分の手で俺を育てたい。そう望んだ母は父と暮らしていた家を飛び出した。その後、父とは離婚し、貧しかった実家に戻っていた。母は地元で仕事を見つけて再会し、どうにか暮らしを立て直したそうだ。俺はそんな母の話を祖父母から聞かされた。そしてその時、母は姿を消していた。
俺が中学生になった年、母は蒸発してしまった。職場にも家族にも何も言わず、自らのすべてを消し去りいなくなる。祖父母は警察に捜索願いを出していたが、母の行方は今でもわからないままだ。母の失踪後、そのことを知った父は、俺と母方の祖父母に頭を下げに来た。それから、俺を引き取りたいと申し出ていた。だが、その話を祖父母が断り、俺もその時は嫌だと突っぱねた。だが、高校に進学後、俺は現実を見て考えを改めることになる。祖父母は年老いていき、仕事ができなくなっていく。俺が頑張ったところで家族が楽になるとは限らない。当時の俺は大学進学を望んでいたが、祖父母にそれを言い出すのも忍びない。父として最大限のことをしてやりたい。亮の望みと夢は叶えさせてやりたい。俺は父がそう言っていたことを思い出し、連絡を取った。そして父に大学進学への援助と自分を引き取ってほしいと頼んだのだ。下竹、僕は今、神山の姓を名乗ってるんだ。だから、僕はもう大沢じゃない。はあ？お前が？ああ、神山家の一員として名乗らせてもらってるよ。俺が大学に進学した直後、母方の祖父母が相次いで亡くなった。俺はそれを機に神山姓に戻る手続きをした。自分の決断に責任を持ち、父についていく覚悟を示すためのけじめ。そう決めて、王様の姓を破棄して、今の名前を手に入れた。この前、僕は会社を経営していると言ったけど、俺は下竹に話しかけた。下竹は、俺の言葉にハッとして目を伏せた。僕は神山家に戻ってから、覚悟を決めてここまで来た。この会社に入り、仕事を学び、自分の力で生きていけるように。ああ、そうか。それは、知らないな。そうだろうな。君との関わりは、中学で終わってたんだから。力なくつぶやいた下竹に、俺はうなずいた。神山姓に戻ってから、俺は大学を卒業し、父の会社に入った。いくつかのグループ企業を渡り歩き、総合商社だからこそのビジネスとその幅広さを学んだ。父の言葉に耳を傾け、長らく断絶していた父の兄弟たちにも指示をした。神山家に身を投じたからこそ、ビジネスパーソンとして自分を律しようと必死だった。その後、俺は30代の終盤で会社を設立。神山グループ内の企業としての発足だったが、俺は社長として身を立てるに至った。どうしてこの前それを？俺の話を聞いた下竹が顔面蒼白でぼやく。下竹が俺の素性を知らないことは半ば仕方がなかっただろう。しかし、仮にそうだったとしても、数日前に俺に見せた態度は許されるものではなかった。もし、僕が君に全てを説明したとしても、君にそれを受け入れる気はあったのか？それは、そのぐらいは俺にもあったさ。下竹の答えの最後は消え入るようだった。それと同時に俺から目をそらし、下竹はうつむいた。そうか。けれど僕はあの日、君に商談の予定があるとちゃんと伝えたはずだ。君はそれも聞き入れなかったな。それは、俺は知らなかったんだ。それは、本当なんだ。数日前に、俺が下竹の勤務先に足を運んだのは、相手側から頼まれてのことだった。以前から下竹の勤務先と神山グループ本体との取引はあったのだが、俺の会社との個別の商談を持ちかけられていた。神山グループとのつながりを深めたい。下竹の勤務先には
そんな望みがあったのだ。だが、下竹は自分の度量の狭さと見識不足で、すべてを不意にしてしまった。まあ、僕だって最後は心が狭かったかもしれない。父にこの前の出来事を報告して、君をこうして晒そうと決めたんだからな。俺は先日の下竹との騒ぎを父の耳に入れていた。自分への侮辱に耐えられない。これまでの自分の努力を否定された。最初は自分だけに限定されていた悔しさだったが、やがてそれは大きく広がった。自分だけではなく、自分の会社と自分を育てた神山グループを貶められた。だが、これだけは言わせてほしい。大人げないとしても、僕はそれだけ腹が立ったんだよ。俺の怒りは、どこまでもまっすぐに伸びて膨らんだ。真面目に取り組もうとする仕事が、本当にくだらないことでなくなろうとしている。それを食い止めるため、俺は父に進言し、父もそれに応えた。父は最終的に、下竹の勤務先との既存の取引の内容を見直すと決めていた。新規契約に関しては交渉し、条件を設定し直すが、これまでのものは取引停止も視野に入れて話し合う。今回の件は、私どもの不手際に他なりません。ですので謝罪をし、話し合いにも応じます。ですがどうか取引停止というのはご勘弁願いたい。黙り込んでしまった下竹を見つめた後、相手側の社長は静かに深く頭を下げた。己のことに集中し、会社を見渡すということを怠ってしまいました。下竹の行いには私の監督不行き届きの側面もあります。社長は下竹を見放していたのか、謝罪を促しもしなかった。その代わり何度も自分で頭を下げ、下竹に対して許しを請おうとはしなかった。申し訳ありませんでした。社長の姿に下竹が遅れて反応し、力ないお詫びをつぶやいた。それを受け取っていただけると思うのか。社長は鋭く下竹を睨み、重く沈んだ声で締め上げた。相手側社長の謝罪を受け、俺の父は今後の対応を含めて再度検討すると答えを出した。この先の交渉や話し合いへの向き合い方、態度を見て相手側との関係を決める。この日の下竹との対面は重苦しい空気のまま終わった。小さくなった背中を丸めて去っていく下竹を見た俺は、湧き上がるため息を飲み込んで顔を上げた。騒動から1ヶ月。下竹の勤務先だった会社との取引は、契約内容を刷新して仕切り直しとなった。神山グループにとって不利な条件を対等に、相手側が極秘事項として開示していなかった一部の情報への開示を求め、業務内容を透明化する。これからやらなければならないことも多いが、ひとまずはいい方向へ向かっている。下竹という男は警察のご厄介になっているそうだ。下竹の一件はもう一つの騒動を引き起こしていた。そもそも下竹は俺と最初に再会した日に俺を突き飛ばして怪我を負わせていた。そのことをどうするか。こちら側では傷害罪で訴えてみてはというアドバイスもあったが、下竹の勤務先が土下座をする勢いで容赦してほしいと願っていた。その代わりに相手側が提示したのが下竹の懲戒解雇処分。こちら側はそれが妥当だと条件を飲み、処分の結果報告を待った。ところがそれが俺の父の言った結果になってしまった。会社側から解雇を通告された下竹はどういうつもりなのか激しく抵抗したそうだ。不当解雇と叫び暴れ、取り押さえようとした社員と警備員を殴った。そのまま警察に通報され、警察官にも掴みかかって大暴れ。
公務執行妨害で現行犯逮捕され、今は殴った社員と警備員から被害届が出されたこともあり、警察で勾留中だという。これで一件落着か。そういうことでしょうね。社長、ご迷惑をおかけしてしまいました。申し訳ありません。俺は父に自分の不手際を詫びた。俺が騒ぎに巻き込まれなければ、こんなことにはならなかった。そこが心の中で引っかかっていたのだ。いや、それはともかくだな。これから仕事で返してもらえたらいいさ。父の苦笑に俺は無言でうなずいた。幸いなことに俺の仕事は順調だ。騒動の発端になった契約が無事まとまり、その後も他の企業との商談や取引が控えている。また、輸出業務への参加も決まり、今は準備に追われている。自分の意志で切り開くと決めた俺の人生は、これからもまだ続いていく。何にぶつかったとしても、俺は自分の道を突き進む。俺はこれからも人生と真摯に向き合い、仕事をしていくだけだ。その年で出世もできないじじいにわざわざ仕事をやらせてやってんだよ。ありがたく思え。元ニートでコネ入社である年下の係長は、ろくに仕事ができない自分のことを棚に上げ、苦言を呈した私にそんなことを言ってきた。そればかりか、上司である自分の姉にあることないことを吹き込み、二人で私のことを追い出そうと画策する始末。さすがに見過ごせなくなった私は、密かに一計を案じることにしたのだった。私の名前は山浦明道。子供たちは独立し、今は妻と二人暮らしだ。妻は仕事が忙しく、また出張だなんだと昔から家を空けることも多かったため、家事の大半も私が担当している。今でこそ積極的に家事をする男性も珍しくはないが、スーツ姿の男がスーパーで買い物をすることに眉を潜められていた時代でも、私はむしろ楽しんで家事育児をしていた。多分私には住まいや生活を整えるということが向いているのだと思う。特に料理は得意分野で、子供たちは今でも私の作ったオムライスと煮物が好きらしく、たまに帰ってきた時などはいつもその2品をリクエストされるくらいだ。今朝も妻は朝一からの会議に出席するため、慌ただしく家を出て行ったばかり。私と同い年だというのに、その背中はまっすぐと伸び、今日も綺麗で頼もしい。そして妻を送り出した私も、洗い物などを済ませ、普段通りに出勤するのだった。新卒で入社したこの会社も、来年には定年である。その間、私はずっと平社員として過ごしてきた。私は家のことこそ苦にならないが、その分出世にはさして興味がなく、何度か打診はされたものの、それらはすべてお断りしてきた。こう言ってはなんだが、平社員は平社員なりに楽しくもあるのだ。また、数多くいる後輩からも、部署を超えて何かと相談を持ちかけられるくらいには、いい関係を築けていると思っている。そのようにして、毎日仕事と家事に勤しんできた私なのだが、ここに来てどうにも頭の痛い問題を抱えることとなっていた。おはよう。早いね。昨日も残業だっただろ？大丈夫かい？私の声掛けに、すでに席へとついていた後輩が朝から疲れた顔で苦笑する。おはようございます。ちょっと仕事が終わらなくて。大きいのはこの間、終わったばかりじゃなかったかい？私が不思議そうに首をかしげれば、後輩がげんなりした顔でため息をついた。これ、本当は係長案件なんですよね。そう言葉を濁して視線を漂わせる後輩。その返事に私は事の次第を察する。ちなみに後輩の視線の先にある係長の席はまだ埋まっていない。この席の主はいつも出勤時間ギリギリにしか出社してこないのだ。
本当に、三橋係長には困ったものだね。すべての仕事をこちらに丸投げするのだから。君らにも苦労をかけてすまない。課長には何度も改善を要求してるんだが。山浦さんが謝る必要ないですよ。悪いのは仕事しない係長と、そんな弟をコネ入社させて好き勝手してる三橋課長なんですから。そう言って後輩はふんまんやる方ないとばかりにしかめっ面をする。確かに後輩の言う通りではある。今年の春からこの部署の係長となった三橋正夫は2年ほど前にこの部署の課長として配属された三橋真美の年の離れた弟だ。噂に聞くには会社に入る前は親や姉のすねかじりをしているニートだったらしい。それを三橋課長が弟可愛さで強引にコネ入社させたらしいのだ。姉の三橋課長は仕事こそできるが、以前より自身の好き嫌いを先に立たせる独断的な仕事ぶりが目立っていた。それでも以前は会社の古株であった部長がうまく彼女を抑えていたのだが、その部長も去年定年を迎え、それからというもの、目の上の単行部がなくなったとばかり、彼女は全てを好き勝手に動かし始めた。そしてその最たるものが係長の席に自身の弟を無理やりねじ込んだ件である。それでもその弟がちゃんと仕事をしてくれていれば特に問題はなかったのだ。だが結果は押して知るべし。正直なところ私はあの係長がまともに仕事しているところを見たことがない。毎日何をしているのかと思えば、この間などは堂々と会社のパソコンでゲームをしていたし、病欠だなんだと会社を突然休むこともしばしば。そればかりか、自身のやるべき仕事を当然のごとく部下に押し付け、期限内に仕事が終わっていなければ自分のことを棚に上げ、すべて部下の責任にするというとんでもない上司なのである。かわいそうに目の下にクマを作って、今も後輩は彼から押し付けられた仕事を必死にこなしている。どれ、このデータをまとめればいいのかい？山浦さん、いいですよ。山浦さんだって俺たちの倍くらいは仕事を押し付けられてるじゃないですか。いいんだよ、今は手が空いてるから。言いながら後輩の机に積んであった書類を引き受ければ、後輩はすまなそうな顔で私に頭を下げた。そう、私の頭の痛い問題とは言わずもがな九段の係長三橋正夫とその姉であり課長でもある三橋真美の兄弟のことだった。あの係長が来てからは部署の雰囲気も常にピリピリしてしまっている。前々から三橋課長には弟のことを報告しているのだが、帰ってくるのは、弟は勤め始めてまだ日が浅い、周りがフォローしろの一点張り。この頃は一向に改善しない現状に後輩たちの不満はもう爆発寸前なのだった。これは本格的に溝ができてしまううちに何とかしなければ。私は日々危機感を募らせていた。そんなある日、これまとめてグラフにしておいて、今日中によろしく。そんな軽い言葉とともに私のデスクの上に山のようなファイルが積み上げられた。例のごとく自身の仕事を押し付けてきた係長に私は意を決して抗議の声を上げる。いい加減にしてください。それ本来は係長の仕事ですよね。私たちも自分の仕事をしています。係長もお給料分はちゃんと働いてください。もしわからないところがあれば私がお答えしますので。だがそんな私の言い分が尺に触ったらしく、みるみるうちに係長の顔が真っ赤に染まっていく。そして彼は口から唾を飛ばしながら私に怒鳴った。うるせえ、平社員の分際で俺に盾つこうってのか？俺はな、その年で出世もできないじじいにわざわざこうして仕事させてやってんだよ。それをなんだ？俺の善意をないがしろにしやがって。そのむちゃくちゃな物言いにそばにいた後輩があっけに取られているのがわかる。私もため息をつきたくなるのを必死にこらえ、静かに口を開いた。係長、本当にこのままではあなた部下に捨てられますよ。
声を荒げるでもなく、淡々と吐いた私の言葉に係長はわずかばかり動揺したのか、目を泳がせる。だがそれもつかの間、彼は開き直ったようにして肩をすくめ、早速私を見下してきた。お前ら平社員がいなくなっても、こっちは痛くも痒くもねえわ。どうせ俺が泣きつけば、姉さんがどうにかしてくれる。何せ姉さんは課長だからな。つうかお前、マジで覚悟しとけよ。そう言って、係長は私を睨みつけ、足早にフロアから出て行ってしまった。やはり、これくらいの注意では聞き入れてくれないらしい。私は大きなため息をついて仕事に戻った。そして翌日、私は係長の姉、三橋課長に朝一番で呼び出された。昨日の今日だ。後輩も心配げに私を見つめてくる。彼らに大丈夫だと笑いかけながらも、私は嫌な予感がしていた。そして私は一計を案じ、呼び出しに応じる前にある人物に電話をかけることにした。山浦です。入ります。呼び出されたのは人気のない会議室。答えを受けて扉を開けると、そこには三橋課長と、それから弟である係長の姿もあった。入ってきた私を睨むように見た係長が、早速だけど、と唇を切る。山浦さん、あなた、上司である正雄。いえ、三橋係長に暴言を吐いたそうね。給料分の仕事もしないとかなんとか。課長が下から睨みつけるようにしてじろりと私を見合った。それに、あの部署に来てまだ日も浅い係長を仕事ができない人間だと決めつけて、みんなの前で笑ったそうじゃない。私、言ったわよね。みんなでフォローしてあげてって。あなたのフォローって、そういうこと？部長こそ冷静そうではあるが、そこに混じる怒りの気配は色濃い。それに、課長の口にしていることは、事実とはまるで違う。なるほど、そういうことか。彼女の横でニヤニヤと笑っている係長の様子を見て、私は悟った。きっと、係長があることないこと、課長に言いつけたのだ。そんな弟の子供じみた嫌がらせや、弟可愛さで公平な判断もできず、事実を誤認する姉の愚かさに、私はめまいを覚えそうになった。いいえ、違います。元はといえば、係長が自身の仕事を部下である私たちに丸投げしてくるのが原因で。だが、私の反論を姉の影に隠れるようにして、その弟が遮ってくる。姉さん、このじじいが言ってることは全部嘘だよ。年よりもずいぶん幼い口調で係長が言い寄った。俺、こいつらに散々バカにされて、夜も寝られないくらい傷ついたんだ。みんなで俺を笑い物にして、仕事が終わらないとすっげえ怒るんだよ。ねえ、姉さんなら俺を信じてくれるよね。姉の同情を買おうと、係長は上目遣いで甘えるように課長を見上げている。いい加減にしろ、と怒鳴りたいのを寸前で飲み込み、私は口を開いた。三橋課長、どうぞ賢明なご判断を。このまま弟さんの言うことを鵜呑みにし続ければ、あなたの努力で築いてきた素晴らしいキャリアまで棒に振ることになりますよ。課長の将来を思い、忠告する。けれど私の思いは、どうやら課長には届かなかったらしい。むしろ、平社員である私に、自身のキャリアのことをどうこう言われたのが気に障ったらしく、彼女は昨日の弟そっくりに顔を赤くさせ、声を荒げた。あなたみたいに余計なことを言う嘘つきは、あの部署に必要ありません。クビにします。そうだそうだ。お前みたいな万年平社員のじじいなんか、とっとといなくなれ。姉の言葉に同調するようにして、横から弟がすせら笑う。だがその直後、前触れもなく会議室のドアが開き、一人の女性が入ってきた。社長？不意に会議室へと現れた彼女に、水橋課長が動揺したように声を裏返らせた。社長？そして姉の言葉につられた係長が目を見開いて固まる。しかし、水橋兄弟を驚愕させた社長はといえば、気安い様子で私に微笑み、声をかけてきた。ご苦労様、あなた。
その言いように課長と係長がポカンと口を開けている。すると社長は聞き取りやすくハキハキとした声で二人に向かって私を紹介した。こちらの山浦明道さん。彼は私の夫よ。え？瞬間、三橋兄弟が目を向く。その様子に苦笑しながら、私は妻の言葉を肯定するようにゆっくりうなずいた。そう、この会社の社長である彼女は正真正銘私の妻である。今朝だって慌ただしく出勤していく妻を私は洗い物をしながら見送ったばかりだ。私が山浦の家に婿入りした形となったため、名字は一緒であるものの、やり手の社長と万年平社員では接点すら思いつかないのか、この事実を知る者は古株の社員の中でも一握りである。だからこの二人がこのような反応になるのもよくわかった。そしてあまりにあっさりとそう告げられたためか、意味を捉えきれなかったようにして課長がぎこちなく首をかしげる。お言葉ですが、社長のお身内の方がその平社員？いや、何の役職にもついてらっしゃらないのですか？とても信じられないといった様子の課長に私は思わず笑ってしまう。まあ確かに珍しい例ではあるかもしれないが、私は噛んで含めるようにして課長に伝えた。妻とは仕事と関係ないところで出会ったので、それに私は経営に興味も適性もなかったものですから、そのまま平社員を続けています。社長業は先代の娘である妻がこうして引き継いでいますし、忙しいながらも生き生きと働く妻を見るのが好きな私は、自分たち夫婦の選択を間違えたなどと思ったことは一度もない。世間一般とは少し違うかもしれないが、私たち夫婦はそれでも互いを支え合いながら仲良く暮らしているのだった。あえて言うならただ一つ、私が他の社員と違うところはといえば、報告書を見るだけではなかなか伝わらない実際に働く社員たちの現状を社長に報告するという役目を担っている点だろうか。そして私は胸元からあるものを取り出し、彼らの眼前に掲げる。それはなんだ？何ですか？私が社長の夫だと知ったからか、取ってつけたような敬語になりながら、係長が不審げに私の手元を見つめた。これは音声レコーダーです。勝手ながら私はこれを携帯して仕事をしていました。昨日のやりとりや先ほどまでの会話もすべてこちらに録音されています。実は私が係長の度重なる怠慢とそれを野放しにする課長のことを社長に相談したところ、相手にわからないように音声レコーダーを携帯するよう彼女からアドバイスされたのだった。案の定、私の言葉を聞いた目の前の兄弟が途端に血相を変える。姉さん、社長、これは違うんです。そう、ちょっとした行き違いで、決して私たちが悪いわけでは。弟に泣きつかれた姉は顔色を悪くしながらも言い訳を並べ立てるが、時すでに遅し。二人の醜態を冷静に見つめながら社長は静かに首を振った。部下は大切にしろとこの人も忠告したはずよ。それはこの人の優しさだったのに、あなた方と来たら。あいにく私はこの人ほど優しくはないですからね。あなた方の処遇は次の役員会議で審議にかけます。それまでは出勤停止、自分たちの行いをよくよく反省なさいと言い置き、社長はそのまま颯爽と会議室を出ていく。そして残された姉と弟は青い顔をしながら膝から崩れ落ちたのだった。その後彼らがどうなったかといえば、あの会議室での一件と前後して三橋兄弟は我慢の限界を超えた他の社員数名からも同様の告発を受けることとなった。そして度重なる怠慢が明るみとなった係長は即刻解雇。また立場を利用して身内に甘い采配を繰り返していた課長は役職なしの降格となり、平社員として他部署に左遷された。親や姉に甘えきり、ろくな仕事をしてこなかった弟は今も再就職は果たしていないという。また
それまでの自身のキャリアをすべて無駄にした姉はといえば、出世が望めない部署で周りの目から隠れるようにしてひっそりと働いている。さて、私はといえば相変わらずの平社員として過ごしていた。今朝も1週間ほど海外に出張する妻を玄関先で見送った後、いつものように家事をして出勤、同僚たちと挨拶を交わして自身の仕事を始める。新しく配属された課長と係長は部下思いのいい上司だ。一時期はピリピリとしていたこの部署も今は穏やかに落ち着いて、みんなにも笑顔が戻っている。自身の定年まであと少し。私はこのまま平社員として過ごすつもりだ。平社員は平社員なりに日々やるべき仕事がある。確かにその一つ一つは取るに足らないものなのかもしれない。けれどその小さな積み重ねがひいては会社という大きな組織を動かす大事な基盤となるのだろう。己の仕事を全うし、会社の土台としての役割を最後まで務め上げようと、私は改めて心に誓ったのだった。